手芸店で布を選ぶとき、どれを買えばいいのって迷いませんか？私も最初は可愛いだけで選んで失敗していました。実は初心者さんが最初につまずきやすいのが布選びなんです。今回は手芸店でよく見かける、まず知っておきたい定番布5選をご紹介します。それぞれの特徴や向いている作品もお話しするので、布選びの参考にしてみてくださいね。後半では初心者さんが最初は避けた方がいい布もご紹介します。それでは見ていきましょう。まず大前提として、初心者さんは可愛い布よりも扱いやすい布を選ぶのがおすすめです。布によって縫いやすさは大きく違います。同じ作品を作っても布が違うだけで縫いやすさも仕上がりも変わるんです。だから最初はおしゃれさよりも扱いやすさを優先して選んでみてください。一番おすすめなのがシーチング。綿 100% のものが多く、薄すぎず厚すぎず、本当に程よい柔らかさでかなり扱いやすいです。布送りが安定しやすく、ミシンにピタッとフィット。アイロンで折り目をつけるのも簡単なので、最初の直線の練習にぴったりです。布が重なっても分厚くならないので、巾着、ランチョンマット、コップ袋などが作りやすいです。ちなみにシーチングを買うときは最初から高価なものを選ばなくても大丈夫です。手芸店にはたくさんの種類がありますが、まずは気に入った柄で OK。 私も洋裁を始めた頃はシーチングでコースターや巾着をたくさん作って練習しました。失敗してもあまり落ち込まずに済む価格なので、練習用として本当に優秀なんですよね。とにかくミシンに慣れたい、まず1作品完成させたいという方は、ぜひシーチングから始めてみてください。次はバッグを作りたい人の大本命、オックスです。キャラクター柄や北欧柄など、お店で可愛いと思うプリント生地によく使われています。シーチングより糸が太く、少し厚みがあるのが特徴です。そのまま使えばくたっとした自然な風合いのバッグに。接着芯を貼れば型崩れしにくく、市販品のようなパリッとした仕上がりになります。しっかりした生地ですが、家庭用ミシンなら11番針と60番糸で無理なく縫えます。向いている作品はトートバッグ、マチ付きポーチ、エプロンです。裏地なしでもしっかり仕上がり、接着芯や裏地を使えばさらに本格的な作品になります。ちゃんとした作品が作れたという達成感を味わいやすいので、初心者さんにもおすすめの生地です。次はツイルです。少ししっかり感があってシワになりにくいのが特徴です。あや織りという斜めの折り目が特徴的な生地ですね。向いている作品はパンツ、スカート、エプロンです。シワになりにくく、ドレープ感も出やすいです。服作り始めたい人にも比較的扱いやすい生地です。裁断がしやすく、縫いずれも少ないですよ。デニムほど硬くなく、それでいてしっかりしているので、とてもバランスが良い生地なんです。私も初心者さんから洋服を作るなら何がおすすめですかと聞かれたら、まずツイルを候補に入れます。次はキルトです。キルティング生地とも呼ばれ、中に綿が入っています。ふわふわで可愛いんですが、実はちょっとずれやすいです。普通押さえだと少しずれてしまいますが、上送り押さえを使うときれいに縫えます。なので初心者さんは最初ちょっと難しく感じるかもしれません。向いている作品はレッスンバッグ、上履き袋、防災頭巾などです。裏地をつけなくても端を処理するだけで完成するのも魅力ですね。もし挑戦するなら待ち針を少し多めに打ってゆっくり縫ってみてくださいね。キルトが人気なのは多少縫い目が曲がっても目立ちにくいところです。ふかふかした厚みがあるので、完成した時にちゃんとした作品ができたという満足感があります。特にお子さんの入園入学グッズを作る方には定番ですね。最後はリネンです。かわいいですよね。特有のシャリ感やくっ
ったりとした風合いがあって、そのまま置いてあるだけでも素敵です。でも初心者さんだとちょっと扱いづらいこともあります。理由はシワ、ズレ、ほつれが出やすいからです。なので最初の1枚よりは少しミシンに慣れてから挑戦する方がおすすめです。水通しという下準備の基礎を覚えてからステップアップに選んでみてください。リネンは完成すると本当に素敵なんです。ナチュラルな雰囲気があって、お店で売っているような作品に見えることもあります。だからこそ初心者さんは憧れるんですよね。ただ、縫う前の準備がとても大切な生地でもあります。ここを知らずに作り始めると、なんだか思ったように仕上がらないという原因になることがあります。まずはシーチングやオックスでミシンに慣れてから挑戦すると、リネンの魅力をより楽しめると思います。ここまでおすすめの布を紹介してきましたが、実は可愛いから買ったけれど全然縫えなかったという失敗もよくあります。初心者さんの場合、ミシンの腕前よりも生地選びが原因になっていることが本当に多いんです。だから最初は技術を磨くより先に縫いやすい布を選ぶことが近道だったりします。さて、ここからは避けるべき布についてです。あと、初心者さん、最初はニット生地などの伸びる素材はちょっと難易度高めです。普通の糸だと波打って伸びてしまいます。同じようにつるつる滑るサテンや超薄地も最初は避けた方が無難です。ミシンに巻き込まれたり縫い目がつったりしやすいからです。オープニングでもお伝えしましたが、見た目だけで選んで縫いにくい布を買ってしまうと、ほどいては縫い直して生地をボロボロにしてしまうこともあります。でも今日紹介したような縫いやすい布から始めると、作るの楽しいになりやすいんですよね。失敗が減ってサクサク形になるからです。洋裁って最初の作品がうまくできるかどうかで、その後続くかがかなり変わるんですよね。最初に難しい布を選んでしまうと、私には向いていないかもと思ってしまうことがあります。でも実際はそうではなくて、布との相性が悪かっただけということも多いんです。ぜひ今日紹介した生地の中から選んで、まずは一作品完成させる楽しさを味わってみてください。いかがでしたか？皆さんは好きな布ありますか？ぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。